ロズウェル事件、宇宙からの訪問者と隠された真実。1947年7月2日、測量作業のためサンアウグスチン平原を車で走行していた土壌水源委員会の民間技術者として働いていたバーニー・バーネットは、雷のように瞬くキラリと光る物体が突如上空から落下するのを目撃した。墜落した機体は円盤状、直径10メートル、ステンレスのような金属的な外観。そしてその中には小柄で頭部は丸く、目は小さく、頭髪がない人のような物体が4体転がっていた。見せてもらおうか、この世の真理とやらを。君はニューメキシコ州ロズウェル近郊で起きた UFO の宇宙人の遺体回収事件を知っているかね？ UFO？ よく写真や動画は投稿されているが、墜落したり宇宙人そのものが確認されたという事件は知らなかったぞ。そうだな。まさか空想の世界のものであるという UFO が破片も回収され、宇宙人とされる生物を一般人が目の当たりにするという事例はないからな。それにこの事件は見事に闇に包まれてしまったからな。そうなのか？すごくこの話興味があるぞ。それでその宇宙人はどうなったんだ？焦るな。では何が起こったのか、タイムスリップし一緒に探っていこうではないか。僕も行きまーす。バーネットが目の当たりにしている UFO の中の遺体、その4体は全員グレーのジャンプスーツを着ていた。その服にはジッパーもボタンもなかった。バーネットがさらに機体に入って覗こうとしたとき、複数のジープが慌ただしく到着した。そして墜落現場はたちまち統制され、バーネットは住所氏名を聞かれ、他言無用だと鋭い眼光で睨まれた後、その場を退去させられてしまった。軍だったのか？バーネットたちを囲んだのは。そうだ。そしてバーネットは妻と友人のバーン・マルティネス夫妻に自身の体験を告げ、1950年2月にこの世を去った。なぜ？何かおかしいぞ。バーネットはなぜ亡くなったんだ？その詳細は不明だが、妻の日記には1947年7月2日に起きた事件として記されていたという。実はバーニー・バーネットは第一発見者ではなかった。このバーネットの証言を裏付ける情報も存在している。事件当日、当地に住む元牧場経営者が墜落現場から 1.6 キロ離れた高速12号線を走行中、道路脇の牧草地を歩く小さな物体に気づく。目を凝らしながら近づいてみると、それは人間の子供くらいの大きさなのだが、人間の子供ではなかった。灰色のジャンプスーツを着用し、4本の指は長く、人間でいう親指はなかった。耳はなく、巨大な大きな黒い目でこちらを見ていた。とてもおとなしく、危害を加えてくることもなかったので、家に連れて帰ったというのだ。しかし、翌朝には姿を消してしまった。その物体は喋ることはなかったが、心に直接語りかけてくるようだったという。すごい。宇宙人を連れて帰ってしまうなんて、なんてヘビーな親父なんだ。翌朝までいたということは、なんか食事とかしたのかな？その記述はないが、バーネットの証言と一致する小人を目撃した人物が他にもいたということだな。ニューメキシコ州の乾いた砂漠地帯。ここは広大で人里離れた場所であり、軍の秘密実験が行われるのに適したエリアだった。翌日、元牧場経営者のブレイゼルは自分の牧場を巡回している最中に、奇妙な金属片やアルミ箔のように薄いけれども手でちぎることのできない非常に頑丈な物質の破片を発見した。この異様な物体は一体何なのか。彼はこの奇妙な破片を回収し、
ロズウェルの保安官ジョージ・ウィルコックスに届けたのだ。保安官のウィルコックスはこの異常な物体を見て直感的にただごとではないと感じた。彼はすぐにロズウェル陸軍飛行場に連絡を取り、軍に調査を依頼します。そしてロズウェル陸軍飛行場の情報将校ジェシー・マーセル少佐が現場に派遣された。マーセル少佐は現場に残された破片をニューメキシコ州工業技術研究所で詳しく調べた。そしてこれが通常の航空機や気象観測用の気球のものではないと判断された。その夜勤学的組織は主成分がアルミニウム、シリコン、マンガン、銅、そして鉄と判明している。そしてその他の部品は高純度のアルミニウムとされている。彼は破片を基地に持ち帰り、さらなる調査が行われた。地球外物質ではなかったんだな。そうだ。しかしこれらが1947年当時の産物だとすれば、当時の技術では製造不可能な代物なのだよ。そうか。技術がその時代にはなかったんだな。そうだ。しかもこの合金にはシリカ、チタニア、酸化マグネシウム、硝酸塩、リン酸塩、塩化物がハイテクノロジーな技術を用いられてコーティングされていたということだ。すごい。新型の技術。まさに地球外由来の物質。そして7月8日、ロズウェル陸軍飛行場は衝撃的なプレスリリースを発表した。陸軍 UFO の残骸を回収。このニュースは瞬く間に広がり、ロズウェルは一夜にして世界の注目を浴びることとなった。人々は空からの来訪者の存在に興奮し、疑問を抱いた。しかしその翌日、事態は急変。軍は声明を訂正し、回収された物体は気象観測用の気球のものであると発表したのだ。なぜだ。そこまで違う物質が発見されていたというのに。そうだ。墜落事件の日時も1952年から53年に起きたものであると、現地の記録も変わっていたりしたそうだ。この事件は調べるほどに謎が深まり、まるで事態の全容を隠したい何者かがいるように思えるな。一体何が真実だったのか。そしてマーセル少佐も後年になってあの物体は絶対に気象気球ではなかった。地球外物質だと語っている。ここから物語はさらに深く謎めいた方向へと進む。冒頭で語った現場には UFO の残骸だけでなく異星人の遺体があったと言われているのだが、その情報は現場に駆けつけた医師や軍事関係者によって極秘裏に報告されたとされている。その証言によれば、回収された遺体は人間とは明らかに異なる特徴を持っていた。身長は約120センチから150センチほどで、肌は灰色がかり、目は大きく、鼻や耳は非常に小さい。まるで映画に登場する典型的なグレイ型エイリアンのような姿をしていたと伝えられている。当時、現場に駆けつけた看護師や医師たちは、軍の強い圧力によって沈黙を強いられたと言われている。ある看護師は、後に友人に対して、私が見たものはこの世のものではなかったと話しており、軍からの脅迫を受けていたとも言われている。口を開いた者は事故や病死という最後を遂げた者もいるという。それって消されたんじゃないのか。そしてその遺体はどうなったんだ。事件が報道された直後、軍は素早く動き、現場を封鎖し、残骸や遺体の回収を行った。現場に到着した一般市民や報道関係者も一切の接触を禁じられ、厳重な警備が敷かれていた。その後、回収された異星人の遺体や UFO の残骸は極秘裏にネバダ州のエリア51へと運ばれたと言われている。エリア51は
その後も長らく UFO や異星人の研究が行われている場所として数々の陰謀論の舞台となってきた。アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてきたのだ。しかしアメリカ政府や軍はこれらの遺体の存在を一切認めることはなかった。事件に関する資料や証言は次々と封印され、真実は闇に葬り去られたかのようだ。なぜだ。公開をしていてはいけないものなのか。異星人が存在することで世の中がパニックになるからなのかな。鋭いな。そのような予備テストを政府は行ったことがあり、各地で暴動や政府に対するテロなども起こる可能性も示唆され、闇に葬られたという史実がある。さて、あれはこの地球上で作られたものではないと言い残したマーセル少佐だが、遺体についても知っていた。もちろん牧場に向かった時、必ず遺体を見ているはずである。マーセル少佐には子供がいるのだが、父親は遺体については何も語らなかったと言っている。しかし他の血縁者には話をしていたらしい。なぜ息子には話せなかったんだろう。つながらないじゃないか。そう、話がつながらないのはこの部分だが、この遺体についてはおそらく自分の子供には話せない機密情報があったということではないか。1974年、アメリカで情報公開法が改正された時、マーセルは表舞台に登場することになる。民間 UFO 研究団体 GSW は CIA に対し極秘情報である UFO の開示を求める裁判を起こした後、1978年に勝訴した。その結果、膨大な資料が公開されたのだ。すごい。UFO は事実だったんだな。そう。そしてアメリカ政府の UFO 否定工作が CIA の差し金だったことが判明した。そしてなんと空軍、海軍、国防総省、国家安全保障局、陸海空統合参謀長会議、FBI、原子力委員会までもが UFO に関する記録文書を作成したことも判明した。すごい。国家機関が完全に認めているじゃないか。UFO は実在している証拠じゃないか。そうだ。特に FBI 文書中にはニューメキシコ州で起きた墜落 UFO との乗組員の遺体回収を示唆する記述もあった。しかし闇はまだ深い。マーセル少佐は出るべくして出てきたようにされているようには思わんかね。軍情報部の指示があって出てきたようなものか。そしてその発見したものはフェイクであると報道を変えられた。うまく世間を攪乱させる役。鋭いな。そしてロズウェル事件には軍による恐喝、口封じも実施されたが、事件関係者の失踪や不審死も相次いでいるのだよ。ニューメキシコ州選出のスティーブン・シフ下院議員は1994年1月 GAO 会計検査院に軍がロズウェル事件で発見された金属の隠蔽工作をしている可能性を示唆し、その後前に述べたようにペンタゴンがモーグル計画で使用された気球の部品であると発表。そして51歳の時、急性皮膚がんで死亡した。再選の直後だった。それは消されているんじゃないのか。そして父は遺体のことを話していないと言っていたマーセル・ジュニアも2012年にこの世を去っている。ジュニアも。なぜだ。そんなに UFO は知られてはいけないものなのか。結局のところロズウェル事件は現代においても完全に解明されていない。よって様々な憶測が飛び交っている。空に何が飛んでいたのか、その正体は未だに明らかではない。政府の隠蔽工作、それとも単なる気象環境気球の事故。そして最も重要な問いとしては、あの夜ニューメキシコの砂漠で目撃された生物は本当に地球外からの訪問者だったのか。
諸君はどう思うかね。宇宙からの訪問者が私たちの地球に来ていたのか、それとも単なる誤解が生んだミステリーなのか。真実は未だに謎のままだ。しかしロズウェル事件が私たちに問いかけるのは、未知のものに対する人間の終わりなき好奇心とその奥深さだ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次回新たなミステリーをお届けしますのでお楽しみに。またね。